皆様こんにちは、ねんです。今日は最近している毎日メイクを紹介していきたいと思います。準備はいいですか？皆様結構夜しっかり保湿する方が多いと思うんですけど、朝メイク前大切なので持ちが良くなります。これ使ってます。最近の乳液はめっちゃサラサラだけどしっかり保湿してくれて、なんか私乳液の特有のベタベタがあんまり好きじゃないので、これめっちゃ使ってます。だから最近はエバーカラーワンデーのパールベージュ、日焼け止めを塗っていきます。冬でも雨でも曇りでも紫外線はあるから、紫外線気にしてる人は夏以外も塗るといいかなって。なんかメイクの最初に塗ってもなんかもちもちしてるけど、なんか嫌なベタつきはない感じ。安定の乾燥さもなんかずっとカラコンを13.0 から13.1 とか2とかのばっかり使ってたんだけど、最近このエバーカラーワンデーが13.8 とかだったかな。使ってみたらめっちゃいいなって思っちゃって、逆になんか13ぐらいだったらちっちゃいなって思っちゃって、最近は 13.8 とか最低でも6ぐらい使ってます。最近見つけたことなんですけど、ウェイクメイクのリキッドファンデを使ってて、でこれめっちゃ毛穴隠してくれるし大好きなんですけど、やっぱ私的にウェイクメイクが悪いっていうよりも、何使っても結構乾燥崩れしちゃうんですけど、トゥベールのヒアルロン酸美容液を混ぜたらめちゃめちゃ化粧崩れしなくなったので、乾燥崩れに悩んでますっていう方めちゃめちゃおすすめで、これ美容液に混ぜてもいいし、髪の毛とかいろんな全身とかにも使えるので、乾燥してるよって人はおすすめです。でどうやって使うんだい？ワンプッシュぐらいします。混ぜます。最近ずっとこのやり方をやってたら乾燥崩れ全然しなくなったので、ぜひやってみてほしいです。でこれウェイクメイクスパチュラブラシ、結構この目の下の部分はしっかりめに明るくするのが好きなので重ね付けします。結構ニキビ跡とか毛穴みたいのが目立っちゃうタイプなんですけど、このウェイクメイクのファンデはめっちゃ綺麗にぼかしてくれるのでおすすめです。このプレストパウダーになっててめっちゃこれ好きなんですよね。このナチュラル自然メイクっていうよりもなんか中華メイクとかコスプレの人とかめっちゃいいと思います。サラサラだし、このわかりますか？なんかフィルターかけたみたいな肌になるのでおすすめです。この鼻横のところとかちょっとこうやってやって内側とか外側とか下上みたいな感じだと結構綺麗に小鼻隠れてくれるのでおすすめです。でめっちゃ良くないですか？こっちとかもどうですか？めっちゃ
薄くなった感じしません？最近愛用しているアイシャドウがこのリンメルのワンダースイートアイシャドウソフトマット001番と002番かな、この2つを使ってます。結構主には002をまずこの付属のチップでこの一番明るいところをまぶた全体に塗っていきます。涙袋とかにも軽くさっさーって塗っていきます。たらここの色を取ってこのまぶた全体に塗っていきます。この目頭の方とか目尻の方もがっつり塗っちゃって大丈夫です。結構ここら辺のもう目じゃないよっていう範囲にまで結構塗ってあげちゃって大丈夫です。ただちょっと外側にいったかなと思うんですけど、そしたら涙袋も塗ります。この涙袋もこうやってやって結構下の方まで結構作ります。ちょっと濃いブラウンを取ってさっきよりもちょっと狭め、さっきは多分ここら辺までいってたと思うから、それをちょっとまあグラデーションにする感じでちょっと押さえてこんな感じ。まあでもそんなに濃く発色しないから意外と攻めるところまで攻めちゃって大丈夫です。こっちの細い方を取ってこの涙袋のこのぷくってしたところのここら辺こんな感じ。この細い方で取ってこの目尻の三角ゾーンに塗ってあげて、ちょっとこっちに引っ張ります。この一番濃いところを細いので取ってこの最近は垂れ目っぽいのが好きなので下げる感じでこんな感じでそしたら次はこの三角ゾーンのところにこう引いてあげます。こっち向いた時にここら辺にこう塗る感じです。でちょっとなんか余った色でここちょっと優しく、もうほんとめっちゃソフトタッチがこんな感じで結構色つきやすいのでこんな感じでふわーっとちょっとぼかす感じ、こんな感じかな。お、いい感じかも。キャンメイクの9番目頭をでもなんかがっつりっていうよりはちょっと内側にしっかり引いてあげるぐらいの感じで、ちょっとここのさっき引いたところここら辺をちょっとこんな感じで強調いいかな。あ、どうですか結構なんか自然な感じで大きくなってません？でちょっともうちょい垂れ目にしたいなーって感じでここを下まで下げてがっつりっていうのちょっとさっきのこのアイシャドウのここでちょっと優しく撫でてあげる感じ。ビセのアイラインでつり眉につりっていうのはでもアーチぐらいなんかめっちゃつりってわけでもなくてちょいつってるかなくらいの細い眉毛、あんまり長くなくていいかなっていう感じです。でこれでちょっと涙袋も作ります。ちょっと芯が硬いんだけどそっちの方がなんか私はうまく
涙袋が作れる気がしてて、こういう細いやつでやつを取って、こんな感じ。まつげをつけていきたいと思います。キングダムのアイライナーブラックで引いていきます。で01番の焦げ茶を取って端っこにのせます。ここら辺じゃなくてこっちの結構端っこの方につなげていきます。ここら辺。これがめっちゃ可愛くて使ってるんですけど、なんかもう廃盤なくなっちゃうみたいで、ピンクゴールドみたいな感じ。廃盤だけどみんなに可愛いの見せたいから。これなんか伝わんない気がする。画面でめっちゃ可愛いんだよ。悔しい。全然伝わってない気がする。このキラキラの可愛さが。どうですか？どうだ？グリッターをシピシピ、この目の下にちょっと塗って、目の上にもちょっとシェーディングをしていきたいと思います。もう結構底見えし始めている。細いブラシでここをくの字、こうしてこうで、私はここは塗るのが好きです。で、鼻の下もここの鼻筋をなんか細くしすぎると違和感がある気がしてて、私の顔に合ってない、顔の余白とかが余計目立っちゃう感じがするので、ちょっと鼻筋は太いぐらいの感じで私は残すのが好きで、最近好きなのはこれでゴリゴリ削っていくのが好きで、ここの輪郭とか色がめっちゃ好きで、このもうちょっとここのところをシュッとさせたいので、ここはちょっとここもちょっと塗ってこうぼかします。こういうちょっと大きめの筆でマットハイライトを塗っていきます。この目の下シュッの鼻の横もこう、私はちょっとここをポン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 ってやって多めにつけて明るさを出すのが好きです。わかりますか？あっちの方がシュッとした感じ。こことここをちょっと明るくして、ディオールのハイライト、このハイライトを超えるハイライトにまだ出会えてなくて、この2つを取って、まず実物映えっていう感じで、なんか映像だとあんまり可愛さが出ない気がしてます。めっちゃ可愛いんだけど。で、なんか最近はここに入れるっていうよりもここに入れるのが良いと聞いたので、めっちゃ綺麗なんだけど、生で見た方がね綺麗なんだよね。最近のおすすめチークはなんかパフだと結構つきやすいから、こういうブラシでつけてます。くるっとつけてポン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 って、ちょっとなんかねふわーってなんかキラキラの感じになるので、なんかハイライトとうまく合わさってめっちゃ可愛い感じになります。でもなんかちょっとこれ毛穴目立ちやすいかも。こ
こら辺の毛穴光で目立ちやすいよって人はちょいちょいかな。でもめっちゃ可愛い。ここら辺めっちゃ使いやすいなと思って、ポンポンポンってここら辺。なんか前はここに入れてたんだけど、最近はこの目の下にポーンって、ここにポーって入れるのが好きです。ここら辺とかは最後にちょっとちょん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 って。リップなんだけど、それやる前に最初にこの、ちょっと茶色で口角をこう作って、ハートパーセントの21番。なんか輪郭がふわーってしてる方が可愛いなーっていう私の思いで、結構内側で塗っちゃいます。シーグラムの615番。こんな感じで塗って、このラメージュこんな感じです。